戻ってくるの。なぜなら視点がここになってるから、戻るのって当たり前なんですよね。私の悩みはあなたの悩みだと思います。皆さんこんにちは。シンガーソングランナーのスイです。今日はですね、お尻を使って走るとか、お尻を視点にして走るとか、いや分かりましたって人もいれば、うわちょっと私分からないんですって言ってる方たちも周りにいて、で私もどうやって伝えたらいいかな、そして自分自身もどうやって落とし込んでいったらいいんだろうっていう中で分かったんですよ。やっと何が悪かったのか、何が良かったのかとかで、これを分かって駅伝この前走ってきたら3分50が楽に走れたんですよね。で私4分切ると結構きつくなってきちゃって、3分50切るとめちゃくちゃきつかったんですよね。でこれサブウェイがするにはちょっとこのままじゃ厳しいなと思ってたんですけど、この前駅伝走った時に走り出しからめちゃくちゃ走れるって、言ってることが分かってきた、こういうことだっていうのが分かったんで、今日ちょっとお伝えさせてください。こちらの動画でやりましたこの動きですね。この動きここについちゃってたんですよ。私前でついちゃう。で走る時もどうしてもやっぱり体のちょっと前でついちゃう。これが本当に真下でつけるのか、お尻を使って走れるのか、前もも使って走っちゃうのかで楽さもスピードも全然やっぱり変わってきます。で何が悪かったかってもう一つだけなんですよ。この動きを見て、この動きですね、ごめんなさい、この三塚君もやってくれてたこの動きをやった時に、私が見てた部分って膝だったんですよ。三塚君がやってくれてる動きを見て、膝が動いてる、膝が動いてる、膝が動いてる、こうやって動いてる時に膝しか見てなかったんですよ。でお尻を視点にって言われてても、大きく動いてるところが膝なんで、膝注目してどういう動きをしてるのかなって見てたんですよね。普段からも走ってる時にこうランナーのね綺麗なフォーム見るって時も結構膝見ちゃってたんですよね。膝の動きがやっぱり一番大きく動くんで、膝をどうしても見てたんですよ。でそれを見ることによってどこを動かすんだろうって自分が指令を送る時に膝を動かすって思っちゃって、で今も膝を動かすと思ったら前につくんですよ。だから膝を動かすぞ前、こういう感じですよね。膝を動かすとどうしてもこうなっちゃうんですよ。でお尻を使って走りましょうって言うけど、お尻ってそんなにこういう動きしないじゃないですか。お尻を使って、これ今動かしてるんですよ。お尻をごめんなさいね、お尻を使って動かしてるけど、動いてるのは膝だから、多分多くの人が膝を見ちゃってると思うんですね。でも私は今膝のことは何も考えてなくて、お尻しか考えてないんですよ。お尻のことしか考えてない。そしたらね、戻ってくるの。なぜなら視点がここになってるから、戻るのって当たり前なんですよね。でも膝が動いてるから、膝に振り子がどこにあるのか、振り子がこうやって動かしますよ、ボンボンボンって動かしますよって時に、振り子にやっぱり絶対戻ってくるんで、振り子がお尻、ここですね。振り子がここ視点だとお尻の下に戻ってきます。で今振り子を膝の下で、膝だと思ってやります。振り子は膝でこうなります。これ大げさじゃなくてこうなります。もうこうなりますとか言ってこうなっちゃいます。これだけなんですよ。どこを見てたのか。私はいつも動いてるの膝見てた。でもお尻動いてないけど、お尻が視点だと思ってお尻を視点に動かすと真下に戻ってきます。ただこれだけなんです。座れちゃった。ぜひやってみてください。そして皆さん一緒にお尻で走りましょう。お尻を使って走りましょう。これで1キロあたり10秒近く変わると思います。大げさじゃないです。私自身が変わったので、ぜひ試して走ってみてください。走り出したくなっちゃったというあなた、グッドボタンぜひお願いします。そして走ってよかったよ、分かりやすかったよという方、ぜひですねコメントもいただけたら嬉しいです。それでは皆さん、またうたらんチャンネルで一緒に楽しく走っていきましょう。またね。